こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。私は年の割には若めにいろんな数値が出てるんですが、スーパーフードのきなこを毎日食べているおかげかなと思っています。今日はそんな私が普段食べているものを取り上げたいと思うんですが、トースト、きなこを使ったトースト、これをご紹介していきたいと思います。で、食べてる方もいらっしゃると思うんですよ。よくきなこのパッケージの裏側にも使い方の一つとして書いてあるんですが、結構アバウトに書いてあるんですよね、分量とか。なのでいろんなレシピサイトでいろんな分量で書かれてると思うんですが、今日は私が食べているレシピをご紹介したいと思います。基本のトーストレシピ、きなこトーストのレシピと簡単なアレンジ4つをご紹介したいと思います。スーパーフードであるきなこを毎日飽きずに食べられる方法だと思いますので、ぜひご覧ください。まずは基本のきなこトーストの作り方。私は揚げパンが好きなので、あの味をトーストで再現できるように作ってます。とってもシンプル。ただちょっとしたポイントがあります。パンを焼いてからバターを均一に塗ってください。この時にバターは室温に戻しておくのがポイント。こういうシンプルなこと手抜いちゃいますよね。硬いとまんべんなく塗れないですからね。手抜きしようと思ってパンと一緒に焼いちゃう人もいるんですよ。そこだけ美味しくなっちゃいますからね。そうしてきなこをかけるんですが、きなこはパン1枚につき最低でも大さじ1あったらいいです。お砂糖はきなこの半分で十分美味しいです。そして忘れちゃいけないのが塩一つまみ、絶対に入れてくださいね。これがポイント。揚げパンに近いあの味だけど、揚げてないから油っぽくない。染みちゃってこれを朝に食べると本当に元気になります。はい、基本のきなこトースト、さっきは揚げパン風でしたが、次は信玄餅風。これです。じゃんね、黒蜜をかけただけ。これで全然また味も変わってきます。さっきと作り方は同じだけど、黒蜜をかけるからきなこにお砂糖は入れなくても大丈夫だと思います。入れるとしても少しで大丈夫です。ただちょっとお塩はあったら美味しいですよ。黒蜜きなこは最高ですよね。さっきと全然違う。黒糖のコクが出ますよね、黒蜜のね。そして皆さん、私がお色直ししたの分かりますかね。ちょっと濃いめの焦がしきなこ、深入りのきなこを使っているので、大人のそのビターな豆のいった粉のね味がするんですよ。それが黒蜜にとっても合います。こんな風にきなこで遊んでみてください。全然またトーストの味が変わりますからね。はい、今度はきなこをペーストにしてパンに塗りましょう。これですこれも美味しいですよね。これもきなこのパッケージの裏にいろいろ作り方が書いてあるんですけど、まあまちまちなんですよ。で、いろいろ試して一番私が美味しいかなと思ったものを今日はご紹介します。全部混ぜるだけです。ペーストにするときなこがたくさん消費できるんですよね。これお砂糖の代わりに蜂蜜でもいいんですけど、私はお砂糖の方がパンに合うなと感じてまして、こちらのきび砂糖を使ってます。そして塩、これを忘れる人がまあ多い。絶対に入れてください。市販のペーストは伸びが良かったり日持ちさせるために結構添加物が多いのが気になりますので、やっぱり手作りはいいですよ。ただ作ったらすぐに食べてくださいね。焼いたパンもいいけど焼かないパンも美味しいですよね。もうきなこの味がダイレクトにくるんですよ。めっちゃ食べれるし、量美味しい。もう本当に好きなきなこで試してみてくださいね。はい、次はフレンチトースト。じゃん、ふわっふわにできました。今作ったの。熱々。材料を全部混ぜてバットに入れたらパンを入れて浸して一晩置いたらこんなですよ。全部吸った。今回は5枚切りのパンを使いましたが、4枚か5枚の太めの食パンに卵1個のイメージです。
フライパンにバターを溶かして弱火で蓋をしてじっくりゆっくり片面3分以上は焼きます。両面焼き色がついたら完成。きなこシュガーをかけて、私は黒蜜もかけて食べます。うわうわ、卵とミルクときな粉と最高ですで、今は黒蜜かけましたけど、蜂蜜でも美味しいから、休日のお昼とかね、やってみてください。最後はこれ、バナナきなこトースト。じゃん、ボリューム満点です。これバナナもホックホクになるんですけど、コツはバナナを一緒にトースターで焼くこと。5分くらいですね。皮は黒くなるけど中は黒ずまない。バナナを切ってそのままパンにのせるとどうしても黒くなるんですよ。すぐ表面も乾いた感じになってしまうんですよね。で、バナナをスライスしてパンにのせてきなこシュガーをかけてシナモンを散らすととっても美味しいです。バナナの綺麗さも見せたいのできなこは半分かけましょう。全部かけたいけど、バナナとろける。パンとバターとバナナときな粉とシナモンとめっちゃ合う。元気になります。本当にね、私も元気になりたい朝は食べて出かけます。止まらない。さて、きな粉を使ったトーストのレシピご紹介してきました。今日は私のレシピめちゃめちゃ簡単なやつばっかりご紹介しましたけど、慣れてきましたら皆さんお好きにアレンジしちゃってくださいね。きな粉は特に炭水化物と相性がいいです。ご飯とかパンとかね、相性がいいです。そこに糖分をちょっと足してあげたり、油分、油脂、油分を足してあげるとまたその美味しさが引き立っちゃうんですよね。なのでそういう食べ物って世の中にたくさんありますから、パンケーキとかいろいろあるから、皆さん毎日毎日食べてくださいね。スーパーフード毎日食べましょうということで、何かの参考になってくだされば本当に嬉しいです。また見てくださるとありがたいです。じゃあ今日はこの辺で、またね。バイバーイ。